今回は100均のカラージェルを使ってどんなデザインにも合わせやすい肌なじみのいいイエローのカラーを作っていきたいと思います。そして新しく購入したフレークなどもですね組み合わせていきたいと思います。ではまず100均のカラージェルを使って作っていきたいと思います。ホワイトのカラーを取ってください。でそこにですねダークグリーンのカラーを足していくんですが、このダークグリーンのカラーその名の通りですねすごく濃いグリーンになってくるので、ほんの少しでですね結構なグリーンになってくるので少しの量で調整してみてください。でそこにマスタードのカラーを足していただいて、こんな感じでいい感じだなというところで、最後にですねベージュのカラーを少し足していただくとすごく肌なじみのいいカラーになってきます。今回は春に使っていくカラーなのでベージュを足していったんですけれども、これ冬に使っていきたいなって言った場合には焦げ茶のカラーとかを足していただくとすごくくすんだ感じのいいカラーになってくると思います。続いて新しく購入したアイテムなんですが、これフレークなんですが、ちょっとホワイトのホワイトでもすごくキラキラっとした感じのフレークで、私冬によく使っていく湖面の雪に似ていると思うんですけれども、湖面の雪のこの粒よりですねちょっと輝いている感じがあるので、アクセントとかとしてですね使っていけるかなと思ったので、今回試しに使ってみたいと思います。まずはですねクリアジェルと混ぜていただいたこのフレークを根元のところにですね根元フレンチになるような感じでのせていきます。でこれフレークなのでホロみたいな感じなんですけれども、単純にですねフレンチを作るような感じで塗るだけではフレークがですねフレークってフレークが重なっているとやっぱり厚みが増してしまったりとかしますので、塗りながらフレークの位置を調整していきます。まずは本当に通常通りジェルでですね根元フレンチを塗るような感覚で根元とサイドのところまでですね伸ばしていただいて、そこからフレークの位置をですね調整していきます。でこの先端のところは先ほど作ったイエローのカラーをのせていきますので、若干そのカラーが重なるような感じでですねはみ出すような感じでこんな風に散りばめていってください。これ柔らかい感じのものなんですけれども、やっぱり意外とですねフレークとフレークが重なると結構な厚みを持たせてしまったりとかガタつきが出てきますので、綺麗にですね伸ばしながら乗せていくといいです。小指も同じように乗せていきます。今回はこのフレークちょっと大きめのものになるので、こういったフレークだったりとかグリッターのものを使っていくときは先にですねこうやって根元フレンチやっていただいてからカラージェルでですね先端にかけて塗っていただくといいんですけれども、細かいグリッターとかに関してはですねカラーを塗ってから根元フレンチ、後からですね根元のところだけラメでグリッターでですね塗っていくといいと思います。いろいろなやり方があると思うんですが、使っていくものによってですね順番を変えていただくといいと思います。では早速ですね最初に作った100均のカラーで作ったカラーですね、これを先端にかけて根元フレンチからですね先端がこのカラーになるように塗っていきます。この時根元のところのこのフレークがですねフレンチになるようにですねこのカラーでフレンチラインを作っていくようにきれいに塗ってあげてください。こういったグラデーションとかに使っていくポイントの筆を使っていただいた方がですねこの円のところがですね綺麗に描いていけると思いますので、こんな風に描いていただくといいと思います。であまり薄いカラーを使ってしまうと下のフレークが透けてしまいますので、そこだけ気をつけてあげてください。このカラーを2回重ねてですねしっかりカラーを出していただいてもいいと思うんですけれども、今透け感のあるカラーもすごく人気になっているので、一度でですねこれくらいのカラーしっかり乗ってきますので、一度で少し先端のあたりが透けるような感じのカラーとしてですね使っていただくのもいいと思います。親指にもですねこの同じカラーをここは全体にですねベタ塗りでこんな風に塗ってあげてください。イエローのカラーでもベージュのカラーを入れることによってすごく肌なじみのいいカラーになってくるのと、本当にきつくないカラーなので、意外とですねもう少しベージュを入れていただくとオフィスネイルとしても楽しんでいけると思います。ではこの親指にはですね先ほどのフレークをですね先端から入れていきたいと思います。これグリッターとかもですねこんな風な入れ方をしていくんですけれども、いろいろなものが本当に今はありますので、いろいろなものでこんな入れ方をして楽しんでいただくのも一つの方法だと思います。でこれフレークもですね爪先のところギリギリのところで入れていただくと自然な感じに仕上がってきます。そしてさらにですね100均の金箔を
今入れたフレークの間々にですね少し散りばめるような感じで入れていきます。このフレークだけでも優しい感じで素敵なんですけれども、金箔を少し散らしてあげるだけでですねアクセントにもなってきますし、上品な感じに仕上がってくるので、金箔はですねいろいろなところで使っていけるので、こんな風にですね使っていただくといいと思います。でこの金箔も爪先のところに散りばめていくときはですね、爪先ギリギリのところに入れていただくと、すごく下からですね散っているような感じが表現できるので、そんな風にやっていただくといいと思います。そして中指に関しては前回メインでですねご紹介したお花のシールを使った大人なデザインでですね、ここは薬指と並ぶような感じで入れていきますので、前回ご紹介していますのでちょっと早送りで進めています。で前回のメインの時はですね根元のところからお花が入ってくるような感じにしたので、今回この中指に関しては爪先のところからですね入れていっています。はい、ではこんな感じでトップジェルでコーティングしていきたいと思います。フレークを入れた根元フレンチの指はですねフレークのところが本当にパッと見は分かりにくいんですけれども、意外とちょっとですねデコボコしている部分がありますので、それをしっかりですね平らな感じにするようにトップジェルコーティングしていってください。しっかり光のラインを通すように、光のラインが難しい場合は爪を反対向きにしていただいて光のライン通してあげてください。そしてこのフレークをのせたところとつなぎ目のですねカラージェルとの境目がやっぱりへこみがあると思いますので、そこがそのままですね出てしまわないように綺麗にコーティングしていくんですけれども、へこんでいるところには爪先からへこんでいるところに向かってという風にコーティングをしていくんですが、また綺麗なトップジェルのコーティングの仕方に関してはまた違う動画でご紹介していますので、そちらご覧いただけるといいかなと思います。ではコーティングが終わったら未硬化ジェルを拭き取っていただいて形まで整えていってください。今回入れ込んだこのフレークに関してもですね本当に結構ペラペラのものなんですけれども、意外とちょっとボコつきが出てしまったりとかトゲが出てしまったりといったこともあると思いますので、そういった時ですねこの段階で表面ですねきれいになだらかにしていただければ問題ないです。では早速ですねここにもミラーアクセサリー入れていきたいと思います。小指と人差し指にあったこのフレークの根元フレンチのこのラインをミラーアクセサリーにしていきたいと思います。今回は細筆を使ってですねこの根元フレンチのラインを細ラインで入れていきたいと思います。なかなか細ラインですねミラーアクセサリー作っていくのって難しいと思うんですけれども、この厚みでですねラインを均等に出していくのって本当に難しいんですが、私のやりやすいやり方としては少ない量でですねつなげてラインを引いていくのではなく、できるだけですね少し多めにですね取っていただいたものを徐々にこう乗せていきながら引っ張っていくというような感じでやっていただくと細ラインですね結構作っていけると思います。やっぱり細ライン難しいなという方に関してはもしくはちょっと挑戦してみたけどもちょっと途切れとか太さがですね変わってしまったなといった時に関してはそこにですねもう一本線を足していただいてメインの指でもご紹介したようにちょっとうねりラインをですねプラスしていただいたりとかすると、それはそれでまた上品な感じの仕上がりにもなってきますので、ちょっと一本のラインがですね難しかったなといった時にはそういう風にやっていただくといいと思います。そしてこういった細ラインでですねアクセサリー作っていく時にはミラーもですねチップをこう立てるような感じで本当にこの凹凸があるところだけですねに当てるようなイメージでこすっていただくとはみ出さずにですねやっていけると思います。では続いて中指のメインと同じような感じのところですね、ここにもメインと同じように斜めのラインになるようにですね入れていきます。だいたい一つのデザインを作っていくときメインにしていく指をですね2本ぐらい持っていくことが多いんですけれども、そういった時に全く同じメインにしていくのではなく入れ方をですね若干変えていただくだけで同じデザインでもですね動きがあるような感覚でいろいろと楽しんでいけますので、指によってですね変えていただくといいと思います。ですので今回はこの中指のところですね爪先のところにお花を入れて、ミラーアクセサリーは根元の部分だけにですねこんな風に入れてみました。これもこれですごく素敵だと思います。はい、ではこんな感じで最後にですね色汁のグロッシートップジェルで艶出し塗っていきたいと思います。
結構このツヤ出しのトップジェルでですね、薄めにコーティングはしていくんですけれども、筆はけが残るような感じで塗ってしまうと、せっかくのこのツヤがですね、爪先のあたり結構はけが残ってしまったりといったことありますので、ポイントとしてはちょっとたっぷりめにはけに取っていただいて、多めのジェルをですねいらない部分取っていくような感じで塗っていただいた方が綺麗にコーティングしていけます。そしてミラーアクセサリーなどを入れたところはですね、そこの部分しっかり凹凸感を出していきたいので、そのラインをなぞるような感じでですね拭っていただくといい感じになってきます。では最後にキューティクルオイルを塗っていただいて完成になります。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。100均のカラージェルを調色して肌なじみのいいイエローのカラーを作っていったデザインです。今回の前回のですねメインに合わせてサブメインとして使っていただくこともできますし、このカラーをメインとしてですねシンプルな感じで意外と肌なじみがいいので、オフィスネイルとしても楽しんでいけると思います。このフレークもですね全ての指に入れるとやっぱりちょっとキラキラ感がすごいというわけではないんですけれども、派手てしまう部分もありますので、入れていただく指をですね本数減らしてという風に楽しんでいただくのもありだと思います。100均のカラージェルもいろいろなカラーがですねどんどん出てくるんですけれども、決まったあるカラーをやっていくだけではなく、カラーとカラーをですね合わせて自分だけのオリジナルカラーをですね十分100均のカラーでも作っていけますので、そんな風にネイル楽しんでいただけるといいかなと思います。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日もお話しした我が家のちび息子、本当にどんどん成長していくんですが、動きも活発になってきて、最近ではなんと一人でアンパンマンのボールを投げて遊んでいたんです。園生活でボール遊びをよくしてもらうみたいなんですけれども、そのあれもあってかボールを使ってこんな風に遊ぶところを初めて見て、やっぱり保育園とかに通うようになるとなんだかぐっと成長しますよね。このアンパンマンのボール中娘の時からあると思うんですけれども、それだけ長くあるので、だいぶちょっと空気が抜けていまして、抜けている分手でギュッとつかめるんですね。なので掴んでそのままポイと投げて、空気がないのでそんなに飛ばなくって、なかなかいいボールみたいで、ちょうどいい感じのボール遊びになっていました。そしてまた違う日には園から帰ってきて、私がご飯の支度をしている時に、おてんばした娘が散らかしてそのままにしてあったノートと鉛筆を持って字を書いていたんです。字というより殴り書きみたいな感じなんですけれども、たまたま偶然かもしれないんですけれども、ちゃんとノートに鉛筆を使ってというところが、まさかわかるのと思ってしまって、慌てて動画を撮影したので、散らかしてある部屋はちょっと見なかったことにしてください。園でもこういうことをちょっとやっているのか、もしくは中娘の勉強姿を見ているからなのかわからないんですけれども、まさかの姿に本当にびっくりしてしまいました。この子天才かもしれないと思ってしまうのも親バカのあるあるですよね。いい成長が見られた日でした。以上、我が家のちょっとした出来事でした。